皆行くぞ。乱世をかけるヤタガラスとなれ。世は戦国。まさに我ら災禍の時代が巡り来た。破格の報酬を払い、我らとの契約を望む者は多い。だが我らは雇い主を報酬の値で決めはしない。我らの火力は今やそのように軽々しいものではない。まずは見定めよう。彼らの生き様が契約に値するかどうか。棟梁、聞かせてほしい。我らとの契約に値するのは力の強き者でしょうか。いや、違うな。強き者は我らを道具としてのみ利用する。いずれは我らの力を疎み、そして恐れ、最後には排除しようとするだろう。なるほど、確かに。しかし棟梁、ならば問答は後だ。次の戦が我らを呼んでいる。棟梁、どうか答えてほしい。我らと契約すべきが強き者でないならば。それは弱き者、つまり弱者を守るということでしょうか。いや、それも違うな。力のみを頼む弱き者は最も危険だ。我らの力に酔い、さらなる弱きを虐げるだろう。そのようなものに加担しても我らが得るものはおめえ以外何もない。なるほど、理解しました。では我らが契約すべきは何者か。そうだな。それが分かれば苦労はしない。我らが求めるは強きではなく、さりとて弱きでもない。つまり力の有無、強弱ではないということか。そうだ。我らが求めるべきは我らの生き様と根底を同じくする者たち。言うなれば我らと生を共にすることができる者だ。我ら災禍と共に生きる者。そうだ、探そう。我らの明日とも呼ぶべき存在を。申し訳ありません、棟梁。弾薬を無駄にしてしまった。野党に襲われていた村の民を救ったと聞いたが。はい、偵察任務の途中遭遇してやむを得ず。そして救出の報酬はこれに。これは守り札ではないのか。何の変哲もない民の生活の一部だな。村の自社のものであると、このようなもののために災禍の弾薬を浪費したこと、申し訳なく思います。しかしなぜだろう。後悔はない。むしろ満足している。実に不可思議だ。民か。我らにとって民とはどのような存在だ。棟梁、こたびの戦も我らの勝利でございます。ああ、皆もご苦労だった。次に備え武器の整備と補給を怠るな。もちろん自分の体も含めてだ。承知。また一つ戦を終えた。そうだ、我らはただ戦場に生きる。だが民は戦場から離れて生きている。故に我らと交わることは決してない。民と交わり生きることはできない。
我ら彩花は戦うためにこそ生きているからだ。では今我らは何を、何のために戦っている？雇い主を見定めるのは何のためだ？我らの存在と我らの取るべき生き様としかしこの戦国乱世の真っ只中で我らがこうした物思いにふけることになろうとはな。いや、こうしたよ。だからこそか。ここまで戦い抜き、改めて気づかされる。我らは民と交わらない。我らは戦場に生きている。では民はどうだ？そう、民は戦そのものと戦って生きている。我らとは決して交わらないが、彼らは生きるために戦っている。それこそまさに我らの生き様そのものなのではないか。次の雇い主、我ら最後の契約相手は見定めた。では存分に戦おう。共に生きる未来を分かつために。襲うのはこの先の村だ。すっかり戦がなくなってどいつもこいつも浮かれてやがる。それがお前たちの生き様か。誰だ！てめえらいつの間に！なんだってんだ！最下衆だと？戦がなくなってお前たちは消えたはず。我らの雇い主はこの国の未来。そして我らが果たすべきはそれをただ守り続けることだ。時をも超え日の本の明日に八田のカラスの轟を。棟梁、偵察の者が戻りました。やはり待ち伏せされています。相手は織田の伏兵かと。我らの動きがつかまれていたと。御敵魔王織田信長、またしても我らの道を阻むか。しかしよほど我らを警戒していると見える。いや、恐れているのか。どちらでも構わない。我らは弾幕にて問いただすのみ。運のない間の抜けたカラスにな。行くぞ。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けると。柴田め、この疫病神のせいに違いない。反論のしようもなく咎められるのならばただ受け入れましょう。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ。援軍を呼べ。標的は魔王の使い番だ。皆代役を惜しむな。おう。至急本隊に援軍の要請を。バカな。今さら間に合うはずもない。なんだと。貴様、我らの指示に逆らうか。あなたがいくらあがこうと
織田の外貨に変わりはない。私の命では不愉快だろうが、よろしく頼む。勝家め、小生意気にも調子づきよって。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。おかしい。魔王軍にしては統率が緩い。指揮か勝負、いずれも不足の男が率いているよう。消し止められただと。勝家、早く黄泉ののろしを出さぬか。抵抗か。形だけでもしておくべきか。疫病神が招いたは死の女神、世持つ王か。方々覚悟を決められよ。黙れ黙れ黙れ。おのれ、織田軍が魔王軍がこんなところで没してなるものか。有頂天に溺れるというその資格はある。行くぞ。災禍の名を世に知らしめろ。恐れ恐怖こそが信長様の象徴なり。真心隊まで貴様を。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。聞け、魔王の眷属、これが災禍の怒りの声だ。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。勝家、見えぬのか、この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。たやすいな。これは罠か。我らは鋼しなり、そして折れぬもの。この程度で轟くほど災禍の名は安くはない。もうすぐだ。きっともうすぐ本体も。ご所望とあらば助たちに馳せさ感じますが、お許しを。出過ぎた進言をいたしました。その門があなたにとっても獄門となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を考えている。全員狂ってやがるぜ。俺もあんたも大将もよ。あなたも所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがくセミ。風にその瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに、なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。急所を打ち抜けば終わる。お前がそれを望むのであれば。お前、その顔には見覚えがある。先代が撃たれたあの戦場で見かけた男だ。奇襲を許したのは無様としか言いようが。いや失礼、さすがと言うべきか。しかし
目的さえ遂げられるのであれば家庭はどうあろうと構わない。お前の目的、つまり魔王の命か。信長様に目通りかなった折は御伝言を、あなたは死を目にしていると。棟梁、魔王の居城安土の地において織田豊臣の両勢力激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか、棟梁。先代に続き魔王は我らに死角を放った。もはや魔王は我らの銃弾で滅ぼすのみ。それが誓いだ。それに豊臣は我らへ契約を持ちかけている。見定めるには絶好の機会かもな。よう孫一、こんなところで会うなんて奇遇だね。それとも運命じゃい。二人はここで恋になんてね。刑事、このカラスめ、ご託はいい。我らに用向きがあるのだろう。さすが孫一、鋭いね。そう、実は頼みがある。一人見定めてほしい男がこの地にいるんだ。言いたいことは分かった。だがこれだけの状況だ。時が惜しい。続きは戦場にて聞くとしよう。行くぞ。この国の強き息吹が2つ、いや3つ吹き込んだか。さあたぎれ、魔王よ覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼夢だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。刑事、話してみろ。我らが見定めるべきものがこの地にいると。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやつでさ。待って、その男よもや魔王だなどと口走るつもりはないだろうな。違う今この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまってる。来たな絆の友。ぜひたどり着いてみせてくれ。足利の統治は誤っていた。正しき知性は豊臣にあり。心しろ。全ての重工がお前を狙っているぞ。しかと見ろ。これが我らの力強さだ。世は本陣にてまとう。さあ来い友よ。豊臣が将の意地、我に見せてみよう。かしこまり候。ここからだ。うぬらのさらなるたぎり、粘りを見たいな。打つか死すか、二つに一つぞ。やはり世でなければ止められぬか。前線にて力を示す。それが災禍の棟梁。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は糸竹か。じれたが末に功を求むるなど、
死後のうごないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。徳川、あの裏切り者がよりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時にうろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組み合いなど好きにさせておけばよい。よい。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ才の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。せいぜい浮かれるがよいわ。この程度、その方であればしのげるよ。右腕と左腕があるならば我らこそが無数の指よ。総力をもって世に当たらなんだ。その豪華にしよく言う。世への陳情あらば何なりと申してみよう。さあ、思い上がりしをもってか。甚だもって深いなり。世に暮れ時期をもたらすは世が暮れ息の他になし。覇者であるゆえに覇王なり。魔王、帝、何するものぞ。羽ばたけ、全部隊突貫せよ。秀吉様の偉大さなんて今さら俺が語るまでもないだろう。ただ功を焦るな。それだけは許されない。不物の会には事欠かぬわ。しかし帝か。どうにも不思議な男よな。勝利に座し煽る限りはそうまるで蘭丸のような。愚かな王がもたらす不国、そして強兵。我が正すはそれのみよ。所詮は去るよ偽りの王よ。良きかな。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。あえて言う。もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けたわ。最下の棟梁か。どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだだ。まだ我らはお前を認めていない。弱兵はいらぬ。我が軍より去れ。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの人提じてみせよ家康。力をいとい忌避し、それでもなお逃れぬ者よ。孫一。そうだ、お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答はお前の生き様を見定めてからだ。わしとお前の絆を確かめる、そういうことだな。お前の言葉で言うならばね。分かった。わしはこの拳で全てを語ろう。目をそらさずしっかりと聞いてくれることを望む。いいだろう。我らもこの火力、持ち得る銃弾の全てをもって答えよう。お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるとしよう。貴様らが我を見定めるだと。志なき傭兵風情が図に乗るの。もとより我は貴様らの鉄砲玉など必要ない。
邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまでよ。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だな。相変わらず堅くなだな。いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ才加とつるんで物見ゆさんか。一国の主ながらのその打弱、見苦しいぞ刑事。秀吉、ここは我らの戦場だ。お前は出しゃばるな刑事。だが一つ言葉で確かめた。お前は本当に魔王を討てるのか。ああ、撃てる。いや、撃たねばならない。今のわしならきっとできる。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小づいたところで我の波動がどうなるものぞ。是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏みつぶしてくれるのは孫。迷いながらも前へ進む。それがお前の生き様か。幾ばくかの疲労は与えた。拙者はここまで。待ちわびたぞこの時を。魔王織田信長。騒ぐな女。ラッパの目ガラスごときが何事かある。貴様に撃たれた先代才加孫一の無念の忠誠、忘れたとは言わせない。対魔王にも引けを取らぬ戦の中で練られてきた我らの武具傭兵術、その身で才加を知るがいい。是非もなし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。魔王、使い番からの伝言だ。お前の死は今眼前にあると。使い番、あの空娘であるか。少子、世にとっての死が貴様であれば恐るるに足りぬわ。よっ、陸道輪廻を支配せし第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろうと我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。受けた弾の重みで立ち上がれぬほどにな。滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした。先代よ。孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。うん、ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男、あんたにとって契約に値するのか、その目で見定めてくれないか。頼む孫一。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。おお、木筒の民とはこれは珍しい客を連れてきてくれたものだな友よ。ああ、この人はきっとあんたの運命を変える女神になる。
凶楽の王か。お前の連れにふさわしいが、我らにこの男と契約しろというのか。ああ、手伝ってくれ。俺はこの男こそ日の本に必要だと心のどっかで感じてるんだ。困ったな、またその話か。今や世は王の座を捨てた一人の道楽者。買いかぶりが過ぎるぞ友よ。孫一、俺は思うんだ。謙信が言っていたように、あと一つ民への思いが重なれば、この男は王の中の王になる。その可能性を見定めろとお前は言うのだ。友の戯れに付き合う必要はないぞ。それよりもその秘術、もっと近くで見せてくれ。天下創生を唱えるほどだ。将軍としての力は未だ隆盛、器もあるだろう。だが一人で生きてきたこの男のことがどこか不足は否めない。惜しい。せめてこの男に誠の友でもいればと思う。面白いな、その方の技は。世の知るあらゆる武具、あらゆる流派の立ち回りとも異なるぞ。この重火しのぐばかりか理解しようと。確かにこのカラスは翼が広い。お前が我らを見るのではない。我らがお前を見定める。認めよう、お前の生き様を。契約成立だ。我らを使い創生とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいればその心配も無用だな。へへ。